ついに PV 発表されたぞ。なりほーキャラコやで。今回は読売テレビ、日本テレビ系列にて10月2日土曜日夕方5時半から放送が決定しているアニメ汎用の夜叉姫2の章の詳細やキービジュアル PV 映像が発表されましたので、2の章がどんな感じなのか一緒に確認していきたいと思います。久々のレッツ夜叉コ2の章詳細。まずびっくりしたのがメインスタッフさんに変更がありました。なんと監督の交代です。佐藤監督からバトンを引き継いだのは菱田監督。サンライズで以前から様々な作品の監督をされていました。早速新監督のコメントも届いています。軽く触れておくと、犬夜叉では演出を担当していたこともあるそうです。宿命や縁岸というワードを強調されていますね。2の章で重要なんでしょうか。期待が膨らみます。オープニングは1の章2クールに続いてニュースさんが担当され、エンディングはリトルグリーモンスターさんに決定しました。オープニングはジャニーズさんで、エンディングはコロコロっと変えていく感じなのかな。楽しみです。キービジュアル考察。それではキービジュアルを見ていきましょう。まず一番気になったのはリンの着物です。犬夜叉完結編の最終回でリンが着てた着物ですよね。お気に入りの着物でずっと着てたんでしょうね。今回の副題は受け継がれし血の宿命。前回はその強さ父譲りということで、なんとなく言いたいことは同じなんですが、より確信に迫った感じがします。新たな力を手にした娘たちの逆襲、夜叉姫の使命が今明かされるとあるので、麒麟丸やゼロに逆襲するところから始まるのでしょうか。殺生丸から受け継がれる何かっていうのがキーになってくると思われます。前回のキービジュに比べて全体的に可愛らしくなったというか、現代的になったというか、2の章の方が好きかもです。なんか東京タワーのイベントのキャラグラに似てますね。今回中央にいるのはゼロと謎の人物。2の章から登場の新キャラです。こちらツイッターで情報が公開されてました。名前はリオン。キャラクターボイスは藤田咲さん。ボーカロイドの初音ミクの声をされてる方ですね。なんとこのキャラ、麒麟丸の娘だそうです。耳がね、犬耳っぽいんですよね。まさか犬一族でしょうか。違う犬種とかなんですかね。兄織の紅白巫女とか、桔梗の式神だった胡蝶や飛鳥に似てるような気もします。600年前から結び山の結界に封じ込められていると記載があります。600年前というと、犬の大将と麒麟丸が妖霊星のかけらを倒すよりもっと前で、麒麟丸が日本に来たぐらいか、もしくは東を統治し始めたあたりかなって、そのくらいで麒麟丸一家に何かあったんでしょうかね。気になります。前回のキービジュアルの中央にいたのはリクでした。中央にいるキャラっていうのは物語の重要人物だったんで、ゼロやリオンの活躍に期待です。その奥にね、時の風車が鎮座しております。ゼロの周りに虹色がこうパーって光ってるんで、虹色真珠は時の風車と関係がありそうです。で、ラスボスのごとく麒麟丸がご降臨してますね。だいぶまがまがしいです。果たしてボスなんでしょうか。キャラ子的にはね、いい人でいてほしいんですが、どうなんでしょう。残念ながら今回もしっぽちゃん映ってないですね。残念です。リクの服がさらに大人っぽくなってたり、紅白とリクだけ足元に影があるっていうのも何か意味深ですよね。犬夜叉やカゴメも気になるし、なんで妖霊星がとかもういろいろ突っ込み出すとキリがないので、ここら辺で PV 考察に行きましょうか。キービジュアル踏まえて一緒に確認していきましょう。PV 考察。今回発表された PV はサンライズさんの YouTube チャンネルで見ることができるので、まだご覧になってない方は説明欄に URL 貼っておくので、ぜひ確認してみてください。それでは気になったところを見ていきたいと思います。その1、刹那の復活ということで盛大にネタバレをしてしまったというか、ネタバレがされてたんですけども、刹那を生き返らせるために大変苦労したらしいんですね。天生牙で助けたのか、それともといった感じです。その2、ガキをね、切ってないんですね。これは何かっていうと、ガキが刹那から魂を抜いて浮かんでいくシーンがあったんですが、トワの青い立ち筋が見えた後にガキが魂を抜いて連れて行ってるように見えるんですよね。トワが使ったのは天生牙ではない可能性もありそうですね。その3、トワが持ってた剣は残星剣というものみたいです。このね、新キャラのリオンちゃんが、あなたなら残星剣を持つにふさわしいお方だと思いますっ
ってトワの持ってる新しい剣のシーンで言ってたんですね。どんな感じなのかまだ不明なんですが、残る生きる剣で残生剣なのかなとは思うので、ちょっと安直かもしれません。天聖牙はガキを切ってたんですけども、残生剣はガキを切らずに生き返らせる系なんかなって思いました。その4、トワが黒髪でも揚力を出せているっていうね、もうびっくりなんですけども、額にお月様が出たり目が光ったりしてました。光り方もちょっと前より妖艶な感じで、髪の毛は伸びてない状態ですね。殺生丸にほっぺたさすられた時も黒髪になってました。これ場所が24話の時の場所のままっぽいんで、いろいろしてるうちに朔の日来ちゃったんでしょうかね。残生剣を使うとたくさんの妖怪たちも生き返っちゃって、あら大変みたいな状況なんでしょうか。大量に妖怪たちが生き返っていくような感じがね、背後に描かれています。その後、東東祭が駆けつけたんですね。はい。24話で東東祭が現場に向かってましたけども、到着したようですね。ってことは、一緒に連れて行ってくれって言ってた邪剣様も近くにいるということでしょうね。はい。その6、刹那が持ってるのはゆかりの断ち切りでした。ちょっと形変わってますね。麒麟丸に折られてしまった金光の巴を東東祭がつなぎにしてゆかりの断ち切りが出来上がったという風に見えるんですが、どうなんでしょう。ものすごい爆発をね、この後起こしているので、どんな技がこれから出てくるのか楽しみですね。その7、麒麟丸ぶどう食べてるってことで、これは見逃せないですね。まずいって前に言ってたぶどうをまた口に運んでるんですね。どういうことなんでしょう。まずいのか美味しいのか。これはまずかったら戦国時代のもので、美味しかったら現代から持ってきて時空間移動してるっていうことかもしれないですよね。はい、どこのぶどうなんでしょう。その8、犬夜叉とカゴメとモロハがついにご対面です。モロハちゃんが間違いねえ、お袋と親父だってなぜかね、吹っ飛ばされながらね、空中を、そしてね、泣きながら両親を見るっていう、はい、モロハちゃん激カワなんですけども、ここはね、一体どこなんでしょう。黒真珠の中っぽくないですよね。なんかどっちかっていうと混沌さんの術で囚われた場所にちょっと似てて、カゴメと犬夜叉の近くに白いもやがちょっと見えてるんですよね。白いもやか霧みたいなものが。なのでまさかとは思いますが、この二人はまやかしとか幻影的なものの可能性もありますよね。素直に喜べる展開やったらいいんですけど、黒真珠から脱出できてたとかやったらいいんですけど、なんかそこの白いもや霧みたいなのが気になります。その9、邪剣様が何か持ってる。その10、りんちゃんがまた泣いてる。りんちゃんがいつもなら青かったのが赤くなってますね。危険な状態なんでしょうか。さっきの邪剣様が何か持ってるシーンも赤かったんで、一緒におるシーンなんでしょうかね。その11、トワが戦ってるのは死境？緑、赤、紫、青のオーラをまとった骨みたいなのと戦ってますね。あっさりなくなっていった死境の復活なんでしょうか。それだと持ってた虹色真珠の色と相違があるんで、全然関係ないのかもしれませんし、麒麟丸の新しい部下かもしれないですね。その12、リンはゼロと会っていた。で、これびっくりですよね。あ、会ってたんやっていう。最後の最後、PV の最後に、こう、ゼロがリンの元へ来るシーンっていうのがあったんですね。場所がお花が舞い散ってて、まるで神楽ちゃんの亡くなるシーンに似てるなーって感じて、しかもゼロの登場の仕方がね、くるくるくるってなんか風みたいな感じで、神楽っぽくてね、ちょっとドキッとして神楽ちゃん来たんかとか思ったんですけど、あ、ゼロでした。妖霊星に向かって願い事してるりんちゃん、めっちゃんこ可愛いですね。これはきっとね、殺生丸が双子を結界に連れて行って、妖霊星のかけらを犬夜叉と対峙しに行った時に、りんちゃんはこのお花畑のところで無事を祈りに来てて、ゼロに会って何か言われたっていうことみたいです。果たして真相はっていうのがすごい気になってます。はい。ということで、PV 考察終わります。最後に、ルミ子先生のお言葉で締めます。皆様より先に、夜叉姫2の章第1回目を見させていただきました。ワクワクする展開、絵も美しいです。放送をお楽しみにとおっしゃられてます。
この世にもう第1話が存在してるっていうのを考えるだけでね、もうご飯3杯いけますよね。2話3話ともう制作完了してるんでしょうか。まだ放送開始まで時間ありますので、1の章おさらいしてみてはどうでしょう。各サイトでね、無料配信もあるようなので、見たことない方もぜひこの機会にどうぞ。ということで、久々のヤシャ姫動画いかがだったでしょうか。キャラコもね、早速おさらいしようと思ってます。ちょ待って、俺やったらご飯5杯いけるって方はチャンネル登録、高評価。いや、私やったらご飯じゃなくてオムライスの方がええなって方はコメントお待ちしてます。読売テレビ、日本テレビ系列にて10月2日土曜日夕方5時半から放送が決定している半夜の夜叉姫2の章なんですが、何か重要な情報があれば動画でお伝えしていけたらなと考えているので、これからもどうぞ、キャラコよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。